お願いします。はい。いや、ついに来ました。ワゴン全盛期の主力マシンだったと思うんですが、ステージアの RS4。RS4S っていうグレードですね。これ S と S じゃないやつもあるんですか？ないやつもあります。あ、ないやつもあるんですね。RS だったり RS4 とかもありますね。何が違うんですか？基本的に駆動形式が FR か4駆かっていうのと、4駆か。はい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 。あとはターボノンターボとか。じゃあ割と種類はいっぱいあったという感じですか？そうですね。でこれは、RS4S なので、駆動は 4WD なんですね、はいこれアテーサとかもついてる。はい。だから実質33 ECR33 ほぼ ECR とか、はいそこら辺になると思います、ですよね、はい、でこの上には 260RS はい、がいる感じ、いますね。はい。だからこれはなんとこの図体で RB25 ネオ6って言われるエンジンがね積まれてて、それも出た時はこのワゴンボディでこんなエンジン積むみたいな結構衝撃的な車だったと思うんですけど、まずこれ色なんていう色なんですか？ライトニングイエローですかね。はい。この色も次の34とかにもね採用されてた色かなとは思うんですが、そうですね。シルビアとか、ね、あとはキューブとかにも使われてましたね。あ、キューブもあるんですか？キューブもこの色ありますね。いい色ですよねこれもね。このやっぱフロントバンパーがステージはやっぱかっこいいじゃないですか。はい。これ何の野郎がついてるんですか？フロントバンパーが純正オプションのデイズっていうフフロントバンパーになりまして、リップがフリーウェイドルフィンっていうところがデイズバンパー用に出してるリップなんですけど、それをちょっと半分ぐらいぶった切って短縮してますね。あ、なるほど。でかすぎて走れねえよいいですね。このデイズオプションのバンパーが定番といえば定番なんですかね、やっぱ。そうですね。はいはい。あとこの辺は若干 ECR33 の時代のね、そうですね、フォグライトっぽくて、でこの辺は若干プログレっぽいといういろんなのがごちゃ混ぜみたいな、いろんな車混ざってますもんね、これ。ヘッドライトは純正なんですね。ヘッドライト一応純正で、一回きれいにしてもらうために空割りで、その時にショップの方にブラックアウトどうですかって言われて、ああ、なるほど。どうせならやってみようっていうことでお願いして。ブラックアウトしてるんですね。あ、だから印象ちょっと違うんだ。これはこれでかっこいいですね。そうですね。ちょっとやってよかったなと思います。でそれに合わさってのこのカーボンボンネットがね、ちょうど黒と黒で相まってかっこいいですよね。これどこのやつなんですか？めっちゃ作りいいですけど。タケローズが出してるカーボンボンネットになりますね。いいですね。結構このボンネットの厚みもあってヘナヘナしちゃうじゃないですか、安いやつって。結構剛性もあってダクトにもなってるんで、一応ここから排熱というか押されてる感じで、あとこれはエアロキャッチもついて、でそしてこのエンブレムもなかなか懐かしいRS4。でこれがステージアの一応ロゴなんですかね。ロゴですね。ユニコーンを上下に。そうか、ユニコーンなのだ。はい。でここがユニコーンかと思ったら JAF。今年式だとついてる方がいいなと思って。確かに。これは車に合ってますよね、年代でね。で奥にちらっと見えるのがオイルクーラーかな。オイルクーラーですね。はい。もうついて、結構やっぱ熱が結構しんどい車なんでしょうね、この辺は。そうですね。やっぱ純正だと渋滞でオーバーヒート仕掛けるとか。そんなレベルですか。あと変わってるとしたらこのガナドールのミラーがまだ超珍しい。これもだいぶ探した感じですか？そうですね。出てくるのずっと待ってて、この時代のガナドール、車とガナドール合いますよね。そうですね。見た目バッチリだし、あとはこの辺はホイールがだいぶいかついものに変わってて RPF1 の黒ですね。J 数どれぐらい入るんですか？これ今 9J プラ22を入れてますね。結構フェンダー入るんですね。これ入りますね。でそこにワイトレーも入れてるんで、じゃあ実質プラ10とか。そうですね。それぐらいになってると思います。それにやる気あるネオバ。今回ちょっとサーキット用ありがとうございますでこれはキャリパーが変わってて、33用ですかね。33ターボ用を入れてますね。十分ですね、これで正直。今のところ不満はないですね。全然走れるし剛性感もあるし、割とかっちりしてるしなっていう。ローターもちょっと変わってて、で車庫長もこれは何でしたっけ？HKS のハイパーマックス 4GT の 34GTR 用。意外に足回りそこら辺使いようあるんですね。そうですね。そこがいいですよね。さすが日産。シルビア時代からそこは全く変わってないね。いやこう見るとお尻長っすごいな、お尻の長さで。このねサイドステップも変わってるんですかこれ？そうですね。ですよね。大きいタイプに変わってるんですねこれ。でかいのにちょっと変えてますね。でもこれが大きいおかげでここはなんかちょっとバンパーカットしてるみたいでかっこいいですね。まさにね、かっこいい。これどこのやつなんですか？これちょっとメーカーが不明で、ヤフオクにたまに新品が転がってる。へえ、かっこいい。これちょっとすみません、出面がね結構出てるんですよ。これこそうこんだけ出てますからねこれ。これ一回つけちゃうともう純正が物足りなくなりそうな感じですね。そうですね。もうだいぶ純正おとなしいんで。ですよね。あとはここら辺のルーフラック、この辺は純正なんですよね。純正ですね。
でも屋根はこれオリジナルなのにまだまだ全然剥げてない。綺麗だな。こういう色大体色なんか脱色しちゃうじゃないですか。でもまだまだいけるし、あとこの貴重そうなバイザーこれもなかなかもう新品出ないと思うんで。でそこからの後ろも 9J ですね。はい、投資で。タイヤも255。はい、25540。でこのお尻もっちりお尻、こう見ると可愛いんですけど横のサイドステップがでかい分ここがちょっとバンパーカット風になって超かっこいい。後ろはちょっとすっきりさせとこうかなと思って、ね、あえてゴテゴテしちゃうとまた輪止めとかも気になっちゃうし大変ですからね。これいいっすね、このウイング。これどこのやつなんですか？フリーウェイドルフィンさんが出してるウイングになりますね。まあまあでかくないですかこれ？純正をちょっとでかくしたような。じゃあ純正をオマージュしてる感じなんですね、ちゃんと、ね。そうですね。テールも何とも言えないこの懐かしさプリメーラとかにも似てるような。そうですね、おじさん臭がおじさん臭がプンプンする。でもおじさんホイホイマシンおじさんホイホイですね。でこんなねステージャーのマークもちゃんと残してあって、結構外しちゃう人も多いですよね、この辺も。ああそうですね、はい、いいな。あとこれ純正のこれ傷防止のやつが、これもまた今買ったら高そうだし、ステージ屋根の人みんなにこれついてんのって言われてね。いやそうこういうのね大体もう新車の時につけない限りは誰もね追加でつけないんで。あとマフラーがこれすげえ消音しそうな、これが富士壺のレガリススーパー R っていうやつですね。これがセンターもセンターから、はい、でフロントパイプでは変わってる感じです。フロントパイプも富士壺に変えてますね。でも割とジェントルな音でちょうどいいですよね、これはこれでね。そうですね。いい音っすね。ここで聞くとさらにタービンの音まで聞こえてヒュイーンってなってました。あとこの車もそんなサビもまだ多くなくて綺麗ですね、だいぶね。そうですね、下回りも車検のたびにちょっと塗ってもらってってやってますね。大事。その年代のにさ、みんな錆びちゃうんでそうで、あとこのステッカーも剥がれてないという素晴らしい。可愛いですね、これもね。あとここがこんな感じなんですね。これ知らなかったです。これそうですね、ギザギザ、ちょっとギザギザになってます。風切り音とかね防止してくれそうですよね。じゃあちょっとせっかくなんで、ワゴンといえばやっぱトランクは使えないとね大事じゃないですか。大事ですね。はい。お荷物乗ってでかい。やっぱ開口口も結構大きいですね。これは使いやすい。ちょっと汚いですけど。ああすいません。もう椅子倒せばもうどこでも行けちゃうような。行けますね。車中泊もできちゃう。170センチの人でも横に大の字で寝れます。全然行けちゃう。手足伸ばせます。すごい。あとこれ純正のマットですかこれ？そうですね。可愛い。また色も。こういうとこもちゃんとこうやって荷棚がねできたりとか。できますね。こういうところさすが実用性抜群。あとここも綺麗に H ケースの車庫長が穴開けてあって、穴開けてもらいました。いいですね。ここもなんか大幅に取っちゃうとまたね、そうなんですね、見た目悪くなるんで。ありがとうございます。こういうとこもなんか割れそうなのにまだまだ割れてない。そうですね。あとはもう後ろやっぱり人乗りたい。よいしょ。あ、お、さすがやっぱシートも変えてあるから広いですね。座ってみていいですか？あ、どうぞ。お邪魔します。あ、クッション柔らか。え、ふかふかですねこれ。そうですね。乗り心地はもうめちゃくちゃ。めっちゃいいこれ。結構ふかふかだこれ。こういう車ってやっぱ軽量化とかでね薄くなっちゃうのかなと思ったら、椅子も超寝てるこれ。え、何これ。角度調整できるんですよこれ。あ、これ真ん中ぐらいですか？これほぼ後ろの方ですね。ほぼ後ろ。わ、これいいわ。これだって寝れるもん。寝れますね。外車とかでこう背が立ってる車って多いじゃないですか。全然これすげえ寝てるこれ。快適すぎる。足も快適だし。逆に今の車より広いかもしれないですね。装飾品があんまないんで、ドアのね、最近こう分厚いじゃないですか。やっぱこういうとこも消音したいなとかっていうので。あ、これ完全にファミリーカーですね。ファミリーカーです。さすが日産、よく考えてる。じゃあちょっとせっかくなんでもう一回運転席にしていただくと、ちょっと座らせていただくと、ね、ブリッドのフルバケも深くて乗りやすい。メーター見たらシルビアっすね。このシルバーの背景にオレンジの針、さらにこの OMP のハンドルも握りやすいし、でこれ5速なんですよね。これ5速ですね。はいはい。結構ストローク感は若干こう長めなんですけど、なんかシルビアと大して変わらないかなっていう。あとシートもこの時代に合ったちょっと一昔前の古いのを入れちゃってますね。あえてこの古いのもいいですよね。すごい内装とかも綺麗ですね。なんか全然ひび割れとかがなくて、こういうのは割れないんですか？あんまり割れてる人はあんまり見ないですね今のところ。はい。
この素材は意外に割れづらいですよね。少しだけエンジンかけさせていただくと、あとこれも純正なんですか？メーター純正の。スポーティーだな。なんかいやトルクも出てるんだこれ。そうですね、アテーサのトルクとバッテリーとブースト系。ブーストか、スポーツカーだちゃんと。あえてこの 1D のねオーディオだったりとか、そうですね、この辺も完全にもう時代とちゃんと合わせてますね。素晴らしい。屋根も綺麗だし。あとはじゃあちょっとせっかくなんでネオロク見せていただきましょうか。はい、最後。昔はこのエンジンとミッションが欲しいがために分解されてた車ですが今やなんと300万400万よ。来た。日産の名機ローレルとかにも積まれてるエンジンですねこれね。そうですね、はい、かっこいい。エンジン自体こう見ると6発なのにちょっと短く感じますね。そうですね、割と後ろの方にいるんで、そうですよね。もっとこの辺まで来てるのかなと思ったら割と後ろの方にあって、あとはもうフレームがやっぱりこの辺は日産っぽい作りだなっていうかね、そう考えると今の車ってすごいっすよね。もうリブになっててこう立ってたりとか、最近のスープラとかもすごいんで、全然サビがなくてね、こういうところ大体サビそうなんですけど、そうですね、まだギリギリ、事故歴もないですね。エンジン自体はもうほぼノーマルです。でステージのこうタワーバーも純正なんですか？これ純正のタワーバーになります。これすごいお金かかってますねこの時代ね。ちゃんと時代的にね頑張ってますね。あとはスポーツカーがよく売れてた時代なんで本気で作ってましたよねやっぱりね。そうですね。あとはこのオイルクーラーもバッチリ見えて、これどこのやつなんですかねこれ。これDHL ダイワの、いやいいな。でも逆にこのエンジンまだまだ伸びしろがいっぱいあるんで、やろうと思えばブーストアップしちゃうとちょっとヘッドガスケットが純正だと抜けちゃうとかはありますが、ガスケットさえメタルに変えてしまえばそうですね、ブーストアップもできますね。全然できますし、ノーマルで一応280馬力も出てますし、サクッと300馬力オーバーぐらいは軽くいけそうな感じはしますけどね。あとどこの辺いじっていきたいですかこれだと。そうですね、今だと駅マニねやって、音量というより音質をもうちょっとこだわりたいなっていうところは。ぜひちょっとこれは大切に乗っていただきつつ、ミサイルにもお気をつけください。そうですね、事故られるともうこっちが修復できないみたいなよくあるじゃないですか。ありますあります。それだけちょっとお気をつけくださいと。いや本当貴重な車ありがとうございました。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。こんばんは。こんばんは。ニュースの時間です。はい。今回は GetPair さんからですね、ミニ2ワイヤレスカープレイ Android オートアダプターということで、 iPhone だったらカープレイが Apple カープレイかなが接続されて、 Android だったら Android オートが接続されるやつになってます。以前にもご紹介したようなやつと似たような商品ですね。じゃあ今回もフォレスターでやっていきましょうか。今までこれでつないで、いつも通りですね、配線があってそれを携帯挿してカープレイが接続されてやってましたと。毎回つないでみようか。この AUX のところから iPhone を挿すと、もうこれ自動で接続されるのか。されます。来た。カープレイでね。でこっちに画面がいって、でもこれ結構うざい。邪魔ですね。ちょっと邪魔だからっつって、今回ゲットペアさんのやつちょっと内容物開けてもらっていいですか。じゃあこれもう抜いちゃってもらって、こうね。この接続のやつと、もう一個はタイプ C のやつか。変換です。変換。じゃあさせてもらって。やっぱ一番いいのはね、もう乗ってすぐ自動接続。さあ、来た。来た。で、今回は初めて接続なので、Bluetooth、いいね。で、これで全部タッチも、いけます。どうですか？ちょっと遅延あります？そうでもない？いや、そんなにないですね。音楽かけるとバン食らっちゃうからなんだけど、でも、音質さっき見たけど、そんなに違和感なかった？なかったですね。電話も通話のラグもないですし。じゃあ、とりあえず Google マップぐらい余裕。全然。余裕ですね。じゃあ、これで、例えば、で、これ iPhone 事前に設定しとかないといけないね。でマップで、そうですね、コンビニ、ちゃんとこれ有線じゃなくても車内のマイクとつながっているんですね。素晴らしい。さすがです。じゃあローソン行こう。ローソンで。ローソンないなかった。あと何ができるのこれ。マップと音楽も流せるし、何が便利ですか？あとカープレイは。YouTube ミュージックもそのまま流せるので。あ、そうなの？これそのままいけんの？
何かしら接続エラー出てる。多分携帯側の設定がいろいろ必要なんだね。まあそこも事実だからいいかもね。インフォかこっからつなげんだ。なるほど。あ、そっか、ここ画面にできんだ。あ、なるほど。そういうことね。それいいかもね。なるほどね。で、それ配線いらず。サーキットとかでは最高だよ。確かなるほど。ありがとうございます。というカープレイを無線化するやつでした。まあこれに例えばここに YouTube を映したいとかであれば Android AI ボックスが必要です。そっちだとやっぱ3万ぐらいしちゃうんで、簡易的な配線を無線化したい人にはこれで最適かなと思います。まあ9000円ぐらいです。ぜひ車内をきれいにしましょう。だいぶこれね、スッキリするしね。間違いないです。あと携帯爆裂に熱くなるもんね。いや、つなぎますね、優先は。はい。ということでした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。顔出し OK？ いや、ダメです。この距離です。この距離はダメです。ダメですか？見てる人いないですもんね、最近本当に。自分が乗ってるから知り合いがいるぐらいですか。いや、いいっすよ。こういう新しくない古い車だけどデジタルインナーリーダーというね、このね、快適性はつけたら手放せなくなっちゃいました。一回つけちゃうとね、便利すぎて。便利すぎました。まさかこんなステージに乗れるなんて。自分も最初あれですね、本当にいいと思いました。ダイレクトメールいただいた時に。ああ、やっぱ RB のエンジンいいっすね。なんか静かなマフラーでもこの吸気音も楽しめるし。そうなんですよね。あと上回した時はね、やっぱなんかこう弾けるような。意外にボディも結構ちゃんとしっかりしてるんだ。割と今期だと衝突安全のあれが変わったんで。あ、違うんだ。結構このもっと後ろがだるいのかなと思ったら割とスポーツカーみたいな動きするんですね、これ。まあ走ればちょっとあれかもしれないですけど。やっぱこの時代の日産いいっすね。いいですね。なんか結構しっとりしてる感じですけど、これでもレブン7000までちゃんと回るんですね。一応7000まで。クルージングしてるだけでも気持ちいい。まあそこはそうですね。ああ、ここが気持ちいい音。そうなんですよ。これはあえてこれぐらいのマフラーじゃないと聞こえないですよね、この音って。そうですね。クオーンっていう感じ。そうなんですよ。あんまりうるさくしちゃうとこの音が楽しめない。これね。気持ちいい。これぞ RB ですね、やっぱり。そうですね。乗ったら手放せないです。いやー、これなんか RB26 のエンジンとあんま音のこの上の音は変わらないですね、このフォーンっていう感じは。そうですね。そのチューニングエンジンになってきたら変わるかもしれないですけど、割とこれ34の気分ちゃんと味わえてるかもしれない。GTR の25ってちょっと昔はバカにされた感じあったじゃないですか。全然これ楽しいですね。そうですね。26乗ってる人からするとちょっとつまんないってなるかもしれないですけど、車自体が重いですもんね、若干。そうですね、だいぶ。いやでもいい加速だな、これ。ブレーキもタッチがいい。さすが住友。いや、これ楽しくて、これコーナーも意外に踏ん張りますね、ちゃんと。意外とあと足もね、この1ケースの足が意外にいい感じにしっとりしてて、街乗り最高じゃないですか、これ。街乗りはもう何の不満もないですね。だからさっきと言ったら車の重さもあってこう旋回するときちょっと重いかもしれないですけど、そうですね、ちょっとだるさはありますね。これでも遊べるな、この車。ワゴンの車今結構貴重じゃないですか、ワゴンスポーツ系の車。それこそ、ね、前走ってるレボーグとかもそうですけど、若干こう系統が違うというか、多分同じような系統っていうと今ほとんどないのかな。やっぱ昔だとエボワゴン、インプレッサも結構ねありましたね、激しかったですけど、あとなんだろう、外車とかだとやっぱりそこにゴルフだったりとかのワゴンとかあったりするじゃないですか。ありますね。激しいじゃないですか、2リッターターボで300馬力とか。アウディとかもとんでもないの出してアウディもやばいですね。そうか、アウディ一番うまいですよね、ステーションワゴンで化け物を作るって。
さんとか、はい、ワゴンで 6.2 リッターエンジン積んじゃったみたいな、ありますね。もうそれも一昔前ですけど、最近こういう楽しい車減りましたよね。そうですね。最初なんでこうまたステージアがいいなと思ったんですか？重視したのは一生乗れそうってところですよね。確かに排気ガスで通らなくならない限りは、ね、一生乗れますよね。家族ができようが、家庭を言い訳に手放すことがないっていうのが一番でかいですね。確かにこれ結婚してお子さん生まれたとしても別に後ろ結構広いですからね、はい、あと快適、もう本当快適ですね。燃費も普通に走れば悪くないですか？燃費はちょっと悪い、やっぱり街乗りでも7前後みたいな。上回すはダメだってなっちゃうんですね。そうですね。これはずっと乗れるし、売れって言われる要素があんまないというか、はい、まあ、言われるとしたら資産価値が上がってるから売れって言われるぐらいの本当にここからやるとしても、まあ、リフレッシュしながらタービン変えてる人とかもいらっしゃるんで。そうですね。あと駅マニとかはちょっとやりたいなみたいなのは、これはこれで一つの完成形じゃないですか、そのライド中といいますか。まあそうですね。ここからの次のステップアップ結構お金かかっちゃうじゃないですか。例えば、まあ、クラッチもそうですし、そうですね、一気に駅マニもね重いところに、なんかレーンチェンジも全然安心ですね。こういう車ってやっぱ古い車って前と後ろがちょっと違う動きしたりするんですよ、まあ、フレームの弱さだったりとか足がこう一緒に通じるしてない感じとかあるんですけど、すげえしっかりしてる。なんだろう、やっぱ車も結構この時代から衝突安全もそうですし防水重視された時代じゃないですか、33もそうですし34もそうですし、それが大きいのかな。あー気持ちいい。いやこれワインディング流してるだけでいいな。そうですよね。これサーキットじゃなくていいあーでもちゃんと走れるしね。これは気持ちいい。足もこれでいいっすね。サーキット本当にガチで走るんだったらあれですけど、街中とたまに行くぐらいだったら何が出るぐらい乗り心地が良くて車の価値が上がりすぎて切ったり貼ったりちょっとしたくないなっていうか。ああそうですね、はい、ワイドボディとかはちょっと手は出ないですね。そうですよね。純億のバンパーをどう生かすかみたいなのをずっと考えてました。あとはボンネットをあえて同色にしちゃったりとかしてもかっこいいかもしれないし。そうですね、まあカーボン全然まだまだ綺麗なんでねあれですけど、結構基盤できたらありかな。飽きたら塗っちゃおうかなと思ってますね。そういう手もありだし、でもこの色を塗り直すってなってもめっちゃ大変そうですよボンネットだけ色が合わないとかなりそうだいやタイヤ合成もあるから気持ちいいよこれ街乗りのタイヤだとちょっと嫌なそうですけどやっぱこう旋回してた時タイヤのねグリップ感があって気持ちいいですね。やっぱそうですね。ディゼル気持ちいい。今までサーキットでまともな国産を履いたことなかったんでじゃあもう感動しません？全然曲がるなみたいな。そうなんですよ。タイヤ結構大事ですよね。特にこういうちょっと重量級な車には、もっと早くちゃんと国産買っときゃよかったなみたいなのありますね。車をいじるよりタイヤいい方が気持ちいいっていう。こうなるとちょっと 260RS 乗ってみたくなってきましたね。あれはあれでまたちょっと違うし、全然もう全然毛色違うと思いますね。あれはそうですよね。これもいいけど逆に気になってきましたでもあれも今いくらするんだろう。あれギリ3桁とかそのぐらいですかね。ギリ3桁ぐらいですか。実質34を買うって考えれば33とかの R を買うって考えれば意外にコスパがいいかもしれないという。そうですね。もうあそこら辺よりかはまあ相変わらず安い。まだ安い、仕様だな。これは一番車の幸せの絶頂かもしれないいじりすぎても乗りづらいとかご近所ね、なんか気使ったりとか駐車場を気にしないといけないとかありますけど、これだとこの合法な範囲内で自分で楽しめるじゃないですか、吸気音も楽しめるし、ここから超爆音にしても多分しんどいんだろうな。音量はもうこれ以上は欲しくはないって感じです。トンネルのとこ結構踏むといい音しますもんね。ふわーっていう感じの、RB っぽい。頭の入りもいいし、ホイールベースは基本33と一緒なんですか？ローレルのセダンとかと同じぐらいだと思います。ちょっと
そうパーツ的にはやっぱりないんですか？もう結構苦しいですね。ヘッドライトとか出ないんですか？ヘッドライトは出るんですけど、はい、まあまあ2桁万っていうのと、あとは後期の初期の方にあるキセノの文字がなくなるっていう。ああ、そっか、それ悲しいですもんね、ちょっと。そうですね、せっかくだったらこだわりが。オーナーもちゃんと楽しい。パッドもどっちかというとストリートからサーキット寄りの方を入れたんで、乗りやすい。今本当に現代っ子の人からしたらステージってもう知らない人もまあいなくはないじゃないですか。もう全然いないと思いますね。そうか、知らない人からしたらなんかワゴンから RB の音がして結構コーナーいい速度で入っていくと違和感すごそうじゃないですか。かもしれないですね。これは面白いな。まあでもこれはもう一旦リフレッシュしてちょっと長く大切に乗るのが一番ベストですね。まあこれをちょっとサーキットでしばく勇気はもうないかもしれない。まあ昔その50万100万円の時代だとねまだあれなんですけど、さすがに3、400万になってくるとそうですね、ちょっと勇気が話が変わってくるってブレーキ抜きがやばいって先週壮行会行ってから。いやありがとうございます。ありがとうございます。ぜひお子さんが乗るぐらいまで進めてほしいですね。いつまで日産がパーツを出してくれるか、そこだけ